だいま。おかえりなさい、朝倉さん。つぐみさん、それにこの部屋も何も変わってないね。そりゃ変わらねえだろ。うるさい、フッキー。涙がどっか行っちゃったよ。なんだ、また泣く気だったのかよ。そういう意味じゃなくて。お茶でも入れましょうか。清香ちゃん、手伝ってくれる？はい。私も手伝いまーす。私牛乳な。ああ、七の里さんが買っていた牛乳ならもうありませんよ。はあ？なんでだよ。賞味期限が切れそうだったので飲んでおきました。まだ余裕あったろ？というか、飲んだなら新しいの買っとけよ。牛乳の話題はそこまでです。そろそろ本題に移りましょう。朝倉美穂の北上誠と何があったのか話してくれますね。はい。いろいろ言われて正直混乱してるんだけど、北上さんの話が本当なら、私の中には大わら玉がいます。本当なの？ほのちゃん。歌手清光の力の暴走、本当は全部金山姫っていう大わら玉の力なんだって。ねえ、美穂ちゃん、誠はどうしてそんなことを知っていたの？同感です。どの文献にも歌手清光並びに朝倉家の情報は記載されていませんでした。北上誠はどこから情報を？遠い親戚らしいです。北上さんと私の家、元は愛宕家っていうらしいんですけど。愛宕ですか。500年前、愛宕家の巫女は自分の体に大わら玉を封じたそうです。その大わら玉はずっと愛宕の朝倉家に受け継がれてきて。それがなんで今目覚めかかってんだ？ 500 年大丈夫だったんだろ？歌手清光が欠けてることと関係あるのかな？今の状況では何とも言えませんし、断定できるほどの情報もありません。とにかくまずは早急に事実関係を確認すべきでしょう。北上誠の言葉が全て事実とは限りません。私たちが絶対に何とかしてみせるわ。必ず私が美穂ちゃんを助けてみせる。しいね。だからもう無茶はしないでお願い。うん、約束する。まあまあ、難しい話はここら辺にして、お泊まり会の話といきましお泊まり会？ょう。そうそう。最近ほのちゃん元気なかったでしょ？おやついっぱい買ってみんなでお泊まり会とかしようって話してたんだ。財布の心配はいらねえぞ、みほっち。父江とミリアが出してくれるんだよな。そういう約束でしたね。フッキー、ありがとう。何がだよ。なんだろう。でも、言いたかったんだ。そうかよ。朝倉さん、お泊まり会の準備をしている間、少し私に付き合っていただけますか？金山姫。いいデータが取れそうです。お前空気読め。七の里さんに言われるなんて。ですが、気になってしまったのだから仕方ないと思いませんか？思わねえよ。よかった。みんないつもと変わらない。みんながいればきっと大丈夫だよね。こっちがババですね。
上がりです。また負けちゃったよ。弱すぎんだろみほっち。って飲み物がなくなっちまったな。ちょうどいいし、休憩にしましょう。ちょっと外出てきますね。ならついでになんか飲み物買ってこいよ。はーい。さてと、ちゃんと伝えとかないとね。なんだい。お久しぶりです、花さん。出てもらえないかと思いました。いつまで経っても切る気配がなかったからだよ。何の用だい？用というか、報告かな？みほのちゃんのことで。みほのの？ひたかみ派って知ってますか？唐突だね。けど名前くらいなら聞いたことがあるよ。なんか、茗荷都市みたいな実験をしてるみたいなんですよね。茗荷？その話が、みほのとどうつながるんだ？花さんがいない間に、本当に色々あったんですよ。一言では、説明できないくらい。花さんは、どんなことがあっても、みほのちゃんの味方ですよね。ゆい。ごめんなさい。なんか、落ち着いたら色々来ちゃって。花さんの声、聞いたからかな。何があったんだ？答えてください。当たり前だよ。みほのちゃんの体に、大荒玉、金山姫が封じられています。マガカミ、ゆかり様や日和さんのような？みほのは大丈夫なのか？今は、まだ大丈夫です。だけど、戻ってきてください、花さん。みほのちゃんを一緒に助けましょうよ。それは、ごめん。花さん！もう少しだけ待ってくれ。必ず、戻るよ。だから、もう少しだけ。みんな、寝ちゃったわね。一晩中騒ぎそうな勢いだったのに。疲れていたのでしょう。あれだけのことがあったのだから仕方ありません。でも、ちょうどよかったわ。ミルヤに相談したいことがあったの。朝倉美穂についてですね。誠の金山姫の話は本当だと思う。私の主観になりますが、あの暴走、お刀の力だと言われるよりもマガカミと言われた方が納得できます。そうよね。私たちはどうしたらいいのかしら。どうしたらみほのちゃんの力に。今はわからないことが多すぎて解決の糸口がありません。文献の調査を継続しながら周囲に助力を求めましょう。あとは後手後手の対策になってしまいますが、朝倉美穂の変化を見逃さないように。それじゃあ今までと変わらないじゃない。みほのちゃんは誠を頼ったのよ。大きな声を出してごめんなさい。いえ、気持ちは同じです。ですが、ひたかみの一件で朝倉美穂に独断専行させてしまったのは私たちにも原因があります。同じ失敗を繰り返すわけにはいきません。わかってるわ。今度こそ絶対にみほのちゃんの力になってみせる。気負いすぎも良くないですよ。でもこのまま大荒玉が目覚めてしまったらみほのちゃんは間違いなく討伐されるのよ。そうなるでしょうね。大荒玉となった朝倉美穂は
人類の脅威です。かつてのゆかり様みたいには絶対にさせないわ。はい。まずは上の判断を仰ぐべきでしょうが、気が重い。できるなら伝えずにいたいですね。ミルヤでもそんな風に思うの？思いますよ。私を何だと思ってるんですか？ごめんなさい。少し意外だったから。逃避だとは分かっていますが、知られずにいたいと思ってしまいますよ。金山姫を宿している朝倉美穂への対応が甘いものになるわけがありませんから。文献の調査、私も手伝うわ。助かります。金山姫を美穂ちゃんから引き離す方法や封印を強固にする術あると思う？望みは薄いでしょう。ですがやるしかありません。それともう一つ。何？朝倉美穂の任務から外しませんか？それって調査隊から外れろってこと？そんなの嫌だよ。私は調査隊にいたい。落ち着いてください。ねえ、チーネーもなんか言ってよ。聞いて、美穂ちゃん。調査隊から外れろと言ってるわけじゃないの。逆なのよ。美穂ちゃんが調査隊のままでいるためにサポートに回ってほしいの。どういうこと？この処置には2つの利点があります。まず1つ、それは政治的な理由です。政治？金山姫の情報は刀剣類管理局から政府へと伝わるでしょう。そこであなたの処遇が決められるはずです。私たちはあなたに調査隊以外への配属命令が下る可能性を少しでも低くしたい。調査隊がこの選択をし、あなたが従ったという事実は、調査隊は大荒玉覚醒のリスクを低くしようとしているというアピールになる。これがベストかは分かりませんが、少しでもできることはしておきたい。政府って話が大きすぎて混乱しちゃうよ。政府は大荒玉を覚醒させたくない。それは私も同じ。そのためには調査隊にいない方がいいって考えるかもしれなくて。あれ？私、調査隊にいない方がいいの？二つ目は？現実的な理由。少しでも時間を稼ぐためよ。解決策を見つけるためには時間はあればあるほどいいわ。その間、美穂ちゃんは不安な時間を過ごすことになるけど。チーネーもミルヤさんも私が調査隊にいられるようにって頑張って考えてくれてるんだ。でも私、調査隊にいない方がいい？そんなわけありません。お願い、美穂ちゃん。せめて解決策が見つかるまで私たちを信じて待っててほしいの。うん。大丈夫。信じられる。私、サポートに回るよ。みんなならきっと何かいい方法を見つけてくれるよね。ずっと不思議だったよ。なんでこんな夢を見るのか。賀集清光が見せてるのかと思ったけど、そうじゃなかった。金山姫なんだよね。なんで私なの？答えてよ！
撃してきた。正体がバレたから、もうどうにでもなれってこと？こんなのって、ひどいよ。力が溢れそうになってる。ダメ、こんなところで暴走なんて。みほのちゃん、大丈夫？みほのちゃん。かなみ、まだ意識は保ててるよね？ごめん、ちょっと待って。今動いたら。意志を強く持て。中将さん、大丈夫だ。私たちもここにいる。だから自分の力を抑えることに集中しろ。もう大丈夫かな。待たせてごめん、かなみ、中将さん。今、鍵開けるね。みほのちゃん、もう平気？よかった。かなみと朝食をとっていたら胸騒ぎがしたんだ。無駄足ならそれでいいと思ったんだが。家州清光の暴走の話は聞いている。清香から連絡があったんだ。みほのが困っている。何か知っていることはないかと。私はかおるちゃんから何か知ってることがあったらみほのちゃんに教えてやってくれって言われたよ。舞ちゃんもね、さやかちゃんに聞かれたって言ってた。みんなみほのちゃんのことを心配してるんだよ。清香、みんなありがとう。私の中に大わら玉がいるの。私の中に大わら玉がいるの。二人とも気づいてたよね。だから慌てて来てくれたんだよね。なんとなく嫌な予感がして、そうじゃなかったらいいなって。大わら玉の力は人間が制御できるものじゃない。家州清光ではなく、暴走していたのが大わら玉の力なら、みほのの悩みに説明がついてしまうな。大わら玉は人が何年も抑え込めるものじゃない。その大わら玉が目覚めてしまったら、生半可な覚悟では自我を保てないはずだ。すまない。今こんなことを言うべきではなかった。分かってるから。でも、なんでこんなことになっちゃったんだろう。その大わら玉はずっとみほのちゃんと一緒だったんだよね。その大わら玉と仲良くなってみるとか、無理なのかな？わからないけど。その可能性は否定しないが、賛成はできない。大わら玉が目覚めた瞬間、みほのの自我が消える可能性だってあるんだ。大わら玉を甘く見るべきではない。ごめん。いいよ。かなみが私のことを考えて言ってくれたのは分かってるから。みほの、こういう時のためにその大わら玉について何か受け継がれていないのか？多分ないと思う。そうか。だが一応聞いてみろ。じいじにそれとなく聞いてみる。それと、希望は捨てるな。お前の不安、よくわかる。だがお前には仲間がいる。調査隊も、私たちも、全力でお前を助ける。ひよりちゃんの言う通りだよ。私たちも何か方法がないか調べてみるから。ありがとう、かなみ、十条さん。
いざとなったら、私がお前を。日和ちゃん？いや、そういえば朝食が途中だったな。朝食って聞いたらお腹鳴っちゃった。それくらい気楽な方がいい。難しいだろうが、あまり思い詰めるな。それじゃあ、みんなで一緒にご飯食べよう。では、マキさん、ヨミさん、ユメさん、北上派の報告をお願いします。北上派が作り出そうとしているものは、ノロを身にまとう玉より土地だという報告を受けましたが。はい。玉より土地とおぼしき土地と戦闘になりました。未完成のようでしたが、確かに全体的に能力が底上げされていました。ですが。どうした？なんだか化け物みたいになってたよ。失礼します。瀬戸内千恵と益子薫。木佐川の情報も必要だと思い、私が呼びました。彼女たちは事情を。必要な情報は与えている。玉より都市、荒玉と都市との融合実験って本当なのか？北上派が都市の強化に関する研究をしてるってのは聞いたことあるけど、玉より都市なんてのは本当にアキラたちはそんなことしてるのか？事実だ。僕たちはその実験の被験者だと思われる都市と実際に戦った。その研究に美穂ちゃん、朝倉美穂が協力を強要されたそうです。なんで美穂なんだ？賀州清光のあの力が原因なのか？朝倉美穂のあの力か。それは私から話します。朝倉さんの力は大荒玉金山姫によるものです。朝倉家の長女には代々大荒玉金山姫が継承されてきたそうです。大荒玉？それってタギツ姫みたいな。そうだ。朝倉美穂にお刀を置かせることを提案する。北上派に朝倉美穂を渡すわけにはいかないから護衛も必要だな。それは僕たちでやろう。待って、美穂ちゃんにドジをやめさせろっていうの？そうだ。暫定的な処置にはなるが、タギツ姫の時のような危険性があるのならそうした方がいい。それはやりすぎよ。すでに暴走の危険を考慮して任務からは外れてもらってるわ。それは問題の本質から目をそらしているだけだ。大荒玉覚醒の危険がある以上、しかるべき対応はすべきだろう。二人とも落ち着いてください。朝倉さんをどうすべきか、刀剣類管理局としての回答を伝えます。朝倉美穂は調査隊所属のままとします。ただし次に暴走を見せた時は直ちに監禁処置を取ります。監禁？これは政府からの指示であり、この結論を動かすことはありません。私は反対だ。玉より土地の最終実験は中止してくれ。アキラちゃん、考え直してください、誠姉様。ゆうきちゃん、愛宕家の末裔である朝倉美穂を引き入れることに失敗した今、最も適性が高いのは私です。これは愛宕と同じ血脈である私がすべきこと。分かってください。それはもう聞いた。玉より土地の適性は愛宕と近いほど高い。だからこそ最も適性が高いのは北上であるまこっちゃんだろ。けど北上の縁石である私と勇気にだって十分な適性はある。違うかよ。
笑ってごまかそうとすんじゃねえ。勇気たちは真剣です。なぜ言ってくれないのですか？勇気たちに玉より土地の実験台になれってお願いですって。誠姉様がそう言うだけで勇気もアキラ姉様も喜んで実験台になるのに。だから言えないんですよ、勇気ちゃん。分かっているでしょ？適性が低い者が実験を無理に行った場合、荒玉をまとうのではなく融合のような状態になってしまう。そっちこそ分かってんだろ。私たちでそうなるんならまこっちゃんの実験は必ず失敗する。まこっちゃんが成功する可能性があんなら私たちにだって十分可能性がある。やらせろよ。この中で一番適性があるのは私です。ならば私がやるべきです。もうあの時のような悲劇を繰り返さないためにも。まさか荒玉の襲撃を受けるなんて。隊長、一度引いて体勢を整えましょう。弱気なことを言うな、瀬戸内。撤退はない。撤退はできないんだ。ですがこの火事では。ご当主様にノロを確実に回収するよう言われているんだ。ご当主様ね。都、困ったことになったわね。普段は冷静な人なんだけど、ご当主様の命令じゃ下がれないか。けどこの隊で処理できる数を超えてるわ。千恵さん、都さん。そんな不安そうな顔をしないでも大丈夫。誠のことは私が守ってあげるから。大丈夫です。私も当時ですから。心強いわね。千恵、隊長は任せる。分かったわ。誠。はい。都から離れないように注意して。無事に終わったらゆっくりお風呂にでも入りましょう。それ死亡フラグよ。気をつけて千恵。そっちもね。都さん、都さん。血が止まらない。なんでこんな任務で。邪魔をしないで。早く治療しないと都さんが。やっと終わった。都さんを。目がぼやけて。ダメ。こんなところで気を失うわけには。都さんを連れて。都、誠、どこにいるの？すぐに医療班を。
千恵さんの声。よかった。都さん。こんな頻繁に来ないでも大丈夫よ、誠。でも、私のせいで、私がもっと強かったら。誠がいなかったら、私は死んでいたわ。感謝こそすれ、誠のせいってことはない。まったく。知恵からも、なんとか言ってくれない？言ってはいるのよ。でも、ね。しょうがないわね。誠。はい。少し喉が渇いた。悪いんだけど、飲み物を買ってきてくれる？わかりました。すぐに買ってきます。飲み物なら、冷蔵庫の中に入ってるでしょ。誠がいたら、言いにくい話。そうね。今はまだ、聞かせない方がいい。私は、ここまでみたい。どうにも、ならないの？右目がね、ほとんど見えないの。明るいか暗いかくらいはわかるんだけどね。それと、左腕が動かないんだ。触れても、感触がない。まるで、自分の腕じゃないみたいで。都。ごめん。もう、一緒に戦えない。なんで、あなたが謝って。せっかく、我慢していたのに。泣かないでよ。都さんが、トジを、私のせいだ。私のせいで、私が、もっと強かったら。それだけじゃ足りない。トジを、もっと強く。あの時に、私は気づきました。母が掲げた、トジを強化し、荒玉による被害を減らすという思想は、決して間違っていない。最初は、ひたかみ派の悲願だと言われても、実感を持てませんでした。だけど、あの事件があったから、相模湾岸大災厄で多くの仲間を失い、大怪我を負ったため、トジの道を諦めるしかなかった母の嘆きが理解できた。私は必ず母の、そして私の願いを叶えます。私は必ず母の、そして私の願いを叶えます。ごたごたと理屈並べやがって。らしくねえんだよ。だから、今回の決断は、これっぽっちもまこっちゃんらしくねえ。まこっちゃんが一番理解してるはずだ。頭には頭の、手足には手足の役割がある。お前は頭だ。頭が潰れたら、私たちは終わりだ。技術を提供してくれた連中を疑うわけじゃねえけど、念には念を入れろ。そうやってきただろ。だから、アキラちゃんがやる、と？分かってんじゃん。それが、道理だろ。それはずるいです、アキラ姉様。一緒に説得してたのに、なんで最後の美味しいところだけ独り占めしようとするんですか？美味しいところだから独り占めすんじゃねえかよ。わかれ、バーカ。嫌です。美味しいところなら、勇気にも分けてほしいです。勇気たちは、そうやって来ました。妹分に無茶させる姉貴はいねえんだよ。
ここは私の顔を立ててくれねえか。姉の真似をするのが妹ですよ。勇気と姉様は一蓮托生です。一蓮托生とか賢ぶるな。どうせ覚えたばっかだろ。分かってんのか。私よりお前の方がヤバいんだぞ。お前だけ失敗したらどうする？構いません。肝座らせてんじゃねえ。チッタ構えよ。構わないです。だってもし勇気が失敗しても誠姉様を見捨てたりしないでしょ。当たり前です。必ずどんな手を使っても助けます。ほら、誠姉様ならそれができます。けど勇気や明姉様じゃできません。違いますか？違わねえな。あ、確かにお前の言う通りだ。失敗して泣くんじゃねえぞ。はい。悪いが決まりだ。まこっちゃんは優しいからさ。本当は私たちに、てか誰にもやらせたくなかったんだよな。そうですね。私が成功させられるのならそれが一番だと思っていました。けどそれは私たちが嫌なんだわ。これくらいのわがまま許してくれよ。ごめんなさい、誠姉様。謝られても困りますよ。失敗したらそん時は次の実験に生かしてくれ。それでいいわ。強引ですね。でも本当にそうしますよ。痛いこととかいっぱいしますからね。誠姉様なら構いません。ちゃんと使わねえと怒るからな。私もいろんな現場に出て傷つく杜氏をそれなりに見てきた。知らないやつでもやりきれねえんだわ、あれ。だからまこっちゃんの信念は全く間違ってねえと思ってる。あきらちゃん、ゆうきちゃんもそう思ってくれますか？勇気は姉様たちのような経験がまだありません。このまま杜氏をやっていたらいつか同じ経験をするかもしれないけど今はないです。だから勇気の理由はあきら姉様とちょっと違ってます。役に立ちたいんです。誠姉様の力になれないままじゃ嫌です。あきら姉様に守られてばかりじゃ嫌です。勇気にも頼ってください。支えさせてください。あきら姉様と一緒に誠姉様を守らせてください。わかりました。被験者をイナゴ、鳥羽の2名に変更します。この実験は常に失敗の危険性が伴います。ですが仮に失敗したとしても2人の犠牲の先に新しい杜氏の未来は必ずあります。私はそこに到達するまで絶対に歩みを止めません。ああ。はい。2人用に調整が終わるまでもう少し時間がかかりそうですね。時間できたならちょうどいい。なあ、美穂はどうなる？それは朝倉さんに言った通りですよ。朝倉さんはもう元の生活には戻れません。まあそうだよな。金山姫の存在は政府にも報告がいっているはずです。年の瀬の大災厄が記憶に新しい今、朝倉さんに対し強い疑念を抱いていることでしょう。何かしらの理由をつけ監禁するのは間違いないはずです。その後どうなるかまでは断言できませんが。いい、大体わかる。臭いものに蓋をしちまうんだろ。美穂さんを助けてあげたいです。そうですね。北上派に来てくれさえすれば
力になれるのですが、それと2つ懸念があります。まだあるのか。私に従わない幹部が朝倉さんを手に入れようとするはずです。あの人たちがですか？それだけ朝倉美穂の愛宕の血は高い価値を持っているということです。今後のことを考えるなら、今まで玉寄都知の実験にその身を差し出してくれた都知の治療のために朝倉さんの協力は不可欠です。もう一つは。私が想定していたよりも金山姫の覚醒は早そうです。それが理由か。だからこのタイミングで最終実験を決めたのか。そうですね。大きな理由の一つです。玉寄都知はその時が訪れてしまった際、切り札になります。美穂を切るための力なんだな。自分の意志とは関係のないところで人を傷つける。朝倉さんには耐えられないでしょう。そうだな。美穂はそういうやつだ。玉寄都知の力をもってすれば大荒玉も倒せる。朝倉さんを切り、それを証明してください。ああ。誠姉様。最悪の場合の話です。そうならないといいですけど。ねえ。大丈夫。違う。どうかな。